町会議でひろゆきさんに T シャツを投げた足立と申します。本人です。あの時は大変失礼しました。僕は悪いことをした教師者に迷惑をかけるという配信されてるんですが、毎回番組で一応なりさんどっかかける僕は知らないですか？僕は悪いことをした教師者に、悪いことというのを多分決めるのは足立さんではないと思うんだけど、なぜ足立さんは良いことと悪いことを決めることができるという神様のような感覚を持ったのかが不思議ですね。例えばじゃあ、イスラエルとイラン、どちらが良い側で、どちらが悪い側でしょう。じゃあ、キリスト教とイスラム教、どちらが良くて、どちらが悪い宗教でしょう。なので、良い悪いというのを決めるのはすごく難しいんですよ。でもそれを足立さんは自分は良い悪いが決められると思い込んじゃってるんですよね。で、悪いを決めた。なので、悪い側に迷惑をかけることで、悪い人が嫌な思いをするのだから、社会にとって良いという考えなんだと思うんですけど、足立さんの決めつけた良い悪いというのが、間違ってる可能性というのを、なぜ考えなかったのかってことなんですよね。俺は全知全能の神だから、俺が良いと言ったものは良いし、悪いと言ったものは悪いのだというのであれば、一定の理屈は通るんですけど、多分それは他の人にはあまり理解されないと思うんですよね。なので、これができるのはね、多分神だけなんですよね。なので、神でない以上、人が良い悪いというのを決めるのは難しい。もしくは最高裁判所の裁判官になるしかないので、なので、もし良い悪いというのを決めることで、社会を良くしたいと思うのであれば、法律勉強してちゃんと裁判官になるとかの方が、よっぽど社会を良くするんじゃないかなと思います。そこでお金を稼ごうとするのであれば、弁護士になるとか、警察官になるとか。裁判官ね、年収2000万とかじゃなかったっけ？結構ね、年収高いんですよ。正義をもし追求するのが正しいと思うのであれば、正義を追求する仕事をした方がいいんじゃないでしょうか。T シャツを投げた犯人をけしかけてない全てのサイトで場になりました。迷惑発信者はワコン。面白がって迷惑行為的なものを結果としてやってしまう人というのは昔からいっぱいいて、僕もそのタイプなんですよ。現在の問題というのは、昔動画配信サイトって別に金にならなかったから面白がってやって、なんかおもろって言われたり、逮捕されたりしてあかんよねだったんですけど、今金になっちゃうっていうのが良くないんですよね。結局金のために目立った方がいいよね。で、目立つためには、じゃあ犯罪をやった方がいいよねっていうことで、犯罪もしくは犯罪スレスレの行為をやるっていう構造になっちゃってるんですよ。なので、T シャツを投げた犯人がどうこうというより、キックという配信サイトの問題だと思ってるんですよね。キッカーズという名前で、みどりちゃんとかいて、みどりちゃんがあれですげえ金稼いでるよってなってて、じゃあその周りに人が集まって、キッカーズに所属することで、再生数でいくらみたいなお金が回るようになってて、あれがビジネス的に払える金額、要は YouTube の場合って広告が出て、その広告の代金の一部が入るっていう形なので、ビジネスとして成立するんですけど、キックの場合ってビジネスとして成立してないけど、多分中国の会社が金出してるので、広告が出なかったとしても再生数が回れば、じゃあ金を出しますよってなるから、広告主が嫌がるようなことをやらないっていう YouTube の規約とは別に、再生数のよりは何でもいいよねってことになっちゃってるんだと思うんですよ。なのでそういったプラットフォームがある限り、迷惑行為をやることで再生数を稼いで金儲けをするっていう人が出ちゃうので、なので再生数で金を払うプラットフォーム問題なんじゃないかなというふうな気がしております。はい。僕もその千葉県警から要人警護を受けたことがあるんですけど、ネット上で殺人予告がされてる状態で、幕張メッセのニコニコ超会議っていうイベントに3日間行くっていうのがあって、一般の人が10万人近く来るっていう場所で、僕もその参加者に交わって酒を飲むっていう、そういうイベントをやってたんですよね。酒を飲む場所っていうのは20歳以上の人しか入れないので、入り口の時点で免許証チェックとかするので、ある程度 SP の人はいないんですけど、そこからトイレに行く時とか別のブースに行く時は必ず千葉県警の人が3人から4人ぐらいついてるっていう状態で、千葉県警の人って朝ホテルの部屋を出る時から夜ホテルの部屋に帰ってこれから寝ますっていうまでずっといるんですよ。夜は人数2人とか少なくなるんですけど、夜にこれからホテル帰りますって言ってホテルの部屋行って、本日はありがとうございました、これから寝ますって言ってバタンって閉めて、千葉県警の人が帰った後にホテルの部屋を出て飲みに行くっていうのを毎晩やってたんですけど、っていう感じで割とずっと一緒についてくれてはいるんですけど、一緒についてくれてるので刃物を持って刺そうとする人がいたら多分彼らは助けてくれるんですよ。でも
銃持ってる人がパーッと来て頭に向かってパーンって撃ったら千葉県警の人何にもできないんですよ。だって銃なんだもん。ナイフだったら直接当たらない限りは怪我をしないんですけど、銃持ってる人で、しかもその一般市民の格好してたら、あ、この人 SP っぽいなと思ったら SP のいない反対が前に回るとかね。じゃあ SP が後ろにいるんだったらその前に回るし、SP が前にいるんだったら後ろに回るだったり、いくらでもやりようがあるので、基本的に要人警護で銃を持ってる人に対処するって日本は不可能なんですよ。トランプ大統領みたいに一般の人と全く接点を持ちません。で、移動も必ずその車で移動して、会場の間だけは SP にバーンって囲まれてゾロゾロゾロって言って、で、それが終わったらゾロゾロゾロって帰りますみたいなのなんですけど、街中フラフラ歩きますとか、イベントの会場フラフラ歩きますみたいなのって、要人警護不可能なんですよ。なので、そもそも不可能だよねっていうのを理解すべきで、防弾チョッキ着てたらってあるんですけど、これ防弾チョッキなんですけど、いいや。防弾チョッキって、ボディの上半身に弾が当たった場合に骨折で済むためのものなんですよ。防弾チョッキって映画とかで見てると当たってうわ防弾チョッキ来たから助かったわってなるんですけど、防弾チョッキっていうのは貫通しないっていう能力があるだけで、銃の弾が飛んでくるエネルギーは全て体で受け止めるんですよ。鉄板に穴が開くような銃を撃ちました。その場合って鉄板に穴が開くような銃のエネルギーは体に来るのであばら骨折れるんですよ。ただ貫通しないからあばら骨が3本ぐらい折れて内臓がへこんで即死はしないっていう、防弾チョッキってそういうものなんですよ。防弾チョッキがあるからノーダメージとかじゃなくて、飛んできた弾のエネルギーは全て体で受け止めるものなんですよ。防弾チョッキ着てるから何とかなるかっていうと逆に悪化することもあるんですよね。上半身だけなので動脈に当たりましたとか、動脈切れると血がずっと出続けてしまうので、左腕っていうのは心臓に近いのでものすごい量血出るんですよ。それだとすると防弾チョッキをしてても残念ながら腕にやる結果なので無理で、防弾チョッキってゲームの場合だと防弾チョッキがあると無敵みたいになるんですけど、残念ながら防弾チョッキを着てても助からないことって多いんですよ。なので防弾チョッキを着たから何なのっていうのは結構ありますと。で、日本の場合って弾を撃ってくるやつよりはナイフで刺してくるやつの方が多いので、防弾チョッキの上に防塵パネルっていうプラスチックだったりちょっと硬めのケプラーだったりみたいな刃物が通らないようなプレートがついてることが多くて、そのせいで余計に分厚くなるんですよね。防弾チョッキを着てる感っていうのがめっちゃ出ちゃうので、なのであいつなんかめっちゃ防弾チョッキ着てねみたいな感じになっちゃうんですよ。それがあんまりよろしくないよね、動きづらいよね、暑いよねっていうのがあって、本当に狙われてる人でも防弾チョッキ着たくないみたいなのが結構日本はあったりするんですよね。下半身の男性が割と重要視してる部分とか銃で撃たれたら防弾チョッキがあったとしてもどうしようもないので、ものすごい量の血が出て死にます。ニコ生ありなし。僕ね、ニコ生の方がマシだった気がするんですよね。迷惑系 YouTuber がなぜ存在してるかっていうと、儲かるからなんですよ。もともとニコ生でも迷惑系のニコ生主っていうのがいたんですけど、ただ迷惑系ニコ生主って頭が悪かったんですよ。頭が悪いから迷惑系をやってしまうっていう。迷惑系をやって自己承認を満たすというのを頭の悪い人がやってるレベルなので、社会的に問題のあるレベルにあんまりいかないんですよ。ところが、儲かるよねってなると、頭のいいやつが迷惑系をやることで儲けるっていうのを YouTube のプラットフォームで始めちゃったんですよ。迷惑をかけたとしても儲かるんだから、これいいよねっていうので、なので外国人の人とかが他の国に行って迷惑系をやって、その国からとっとと出てきますみたいなので、日本でもそれをやった YouTuber の人とかニュースになったりしますけど、ああいう感じでやっちゃったら得するよねっていうのが、金のためにやる迷惑系っていうのが生まれちゃったんですよ。日本で迷惑系政治家っていうのがあるんですけど、じゃあ迷惑系政治家がなぜ成立するのかっていうと、政党交付金というものがあるんですよ。国会議員を2人以上作ると、政党に対して税金出しますよっていうのがあって、年間3億円とか4億円とかっていうのが出されるので、迷惑系でもいいから知名度を出してしまうと、年間3億円、4億円とか入ってくるので、ビジネス的に成立するんですよね。金が儲かるよねという構造を作って、迷惑をやることで儲かるっていうのが、もともとは僕はそれ政党交付金の問題だと思うので、政党交付金をなくせばいいんじゃないかなと思うんですけどね。ニコ生はその迷惑系やっても儲かんなかったので、そんなにでかい規模の迷惑系いなかったんですよ。なので、政党交付金僕やめた方がいいんじゃないかなと思ってる派閥だったりします。今度日本に来た時に見かけたらタックルしてみていいですか。本当に
あなた一人がタックルするんだったら一人だから許すんだけど、これで OK ですって言うと、これを見た人がさ、あいつタックルしていいんだと思ってタックルしてくるかもしれないじゃん。日本に行くためにさ、あいつタックルしていいんだと思い込んでいてさ、これアーカイブになるんだけど、アーカイブになるとさ、再生数1万とか10万とかになるんだけど、そうするとさ、10万人ぐらいがさ、あいつタックルしていいって言ってたんだよって言ってタックルしてくるかもしれないじゃん。たまに僕がすげえ怪我してさ、じゃあ警察沙汰になったとしてもさ、でもあの人タックルしていいって言ってたんすよって言って動画出されたらさ、僕がタックルしていいっすよみたいなことを今言ってたとしたらさ、じゃあタックルしていいって言ったんだからタックルされたんだから無罪みたいになると、もう僕タックルされ放題な人生じゃないですか。さすがにきついと思うんですよ。なのでタックルはしないでくださいって言うんだけど、家庭の話でさ言ったのをその部分だけ切り取ったら、確かに僕タックルしていいって言った動画作れちゃうんだよね。ほんと怖い世の中ですよ。はい、今度日本で見かけたらタックルしていいですか。これ前も答えたと思うんですけど、一人に OK ですって言うといろんな人がタックルしてきて OK って言ったじゃないですかって言われて面倒くさいことになるので、基本タックルお断りっていうことにしなきゃいけないって、これ前も言ったよね僕。今まで2回ほどひろゆきさんを見かけたらタックルしていいですかと質問したものですが、この間ひろゆきさんを見かけた時に我慢できずにタックルしたら、それは全くの別人ですか。どうしたらいいですか。謝ればいいんじゃないの。本当にね、気をつけてください。はい、ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。